こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いします。はい、今日は安全かつ快適に生活するための、手すりってことで福祉用具いくつかあると思うんですけれども、その中の手すりを今回は紹介したいなと思っております。こちらに見えてると思うんですけれども、これがベスポジってやつですね。いわゆるベストポジショニングバー、略してベスポジよく言われますけど、よく見るタイプの手すりだと思います。これの活用方法と説明したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった福祉用具の紹介であったり介護技術の紹介をしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。では、手すりのね紹介と、どういう風に使うのか活用方法などもね紹介できたらなと思っております。はい。じゃあね、この、ベスポジ使って紹介したいなと思うんですけれども、まず福祉用具、たくさん種類あります。これは手すりに分類されると思うんですけど、この介助用のベッドであったりとか、介護用のベッドですね。あと、車椅子ですね。車椅子とか、いろいろあると思いますけど、福祉用具の目的としては、やはり利用者様、患者様が安全かつ快適に生活を送ることができるっていうのが一つと、こういうものがなければ自力で動くことができない方が、こういう手すりを使ったり、あと歩行器を使ったり、車椅子もそうですね、自分で漕いでっていうこともできることになれば生活の幅っていうのが広がるっていうのが一つだと思います。あとは介護している方、介護している方の負担も軽減するっていうので、こういうのを導入することで本当にその方の、QOL が高まるのかなと思いますので、こういうのを知っておくってことがすごい大事かと思います。頭にね知識として入っていると、提案する力も身につくと思いますので、提案することができたら本当にその方のためにこういったものをね提供できるのかなと思いますので、そういうのをもし導入したい場合なんかは、ケアマネージャーさんとかに相談してみてください。はい。で、今回この手すり、ベスポジですね。この紹介をしたいんですけど、これベスポジ言ってますけど、こういう形の手すりって何種類かあります。今回はこれお借りすることができましたので、これを使って紹介したいんですけど、なんでベスポジかってその名の通り、どこにでもこれ貼れるんですね。よく住宅改修とかで、手すりを壁につけたりとか、玄関に縦の手すりつけたり、トイレに L 字の手すりをつけたりっていうのがあると思うんですけど、取り付けてしまったら動かせないですよね。でもこの手すりに関しては天井と床とで突っ張って貼ってるだけになります。だけとは言ってもかなりしっかりはしてるんですけど、なのでどこにでも貼れるっていうのは一つ大きな特徴です。はい。じゃあ今ねちょうどベッドの前に貼ったんで、どういう風に使うかですけど、じゃあ一回座ってもらって、立ち上がりの時なんかも、ちょっとごめんなさい遠いかもしれないですけど、持って前にあることで重心が前に動かせますよね。で、立った後もバランスが崩れたとしても、もたれかかったりとか、次動き出す時ですね、ここから一歩向こうに歩き出す時なんかにすごい大活躍する手すりです。はい。で、このベスポジに関しては、例えばもう一本あったとしたら、その間に横に手すりを這わすこともできますので、そこを持って本当に手すりのように歩く、安全に伝え歩きができるようなものもあります。で、生活の中で例えば今みたいにもう一本手すりがあって横に這わすと邪魔っていう方もいらっしゃるじゃないですか。例えば、利用者様であったり患者様がその手すりを持つ分にはいいんですけど、同居されてる家族にとっては邪魔っていう時は、それが跳ね上げられる付属品がついてたりとか、その都度こう外して移動してね、またつけてっていうようなことができるようなものがあったりとか、あとここにこういうなんていうんですか、この字のバーがついてるんですけど、これじゃなくてちょっと円形のタイプだったり四角のものだったりいろんな付属品があるのもこの手すりの特徴です。はい。なのでその方にとってその場面でどういったものが適正なのかっていうのはすごい評価が大事なところになってきて、本当に必要なものをそこに設置するだけでその方が自立した生活が送れるようになるっていうのも、本当に大切なことなのかなと思います。で、あとはこの手すりに関しては今立ち上がりの時に使いましたけど、立ち上がりプラス歩く時ですね、歩く時に例えばもう一本あればもう一本持ったりとか、あと、このベッドに座ってて例えばもうちょっと先に手すりがある、ただそこまで行くのにちょっと危ない、この距離ちょっと危ないよねってなった時にちょうど中間にこれを貼っておくことで、立って歩き出す時に
これを持って次の手すりに行けるみたいな時にも使うことができます。あとは異常の時なんかもそうですよね。こう車椅子がこう設置されていた時に、手すりに何もごめんなさい、何も持つとこがない、これ介助バーなんですけど、介助バーがあればまだいいですよね。介助バーを持って、ここ持って立ち上がってもらったりとか、あとここ手すりを持って立ち上がってもらって、そのまま車椅子に移乗する時にも安全に使えるものになってきます。はい。なのでこういう介助バーであったり、よく見かけるのが、タッチアップって言われるように置き型の手すりであったりとか、僕たちの動画でよく紹介しているラクリップっていう手すりとか、たくさんベッド周りに置く手すりがあると思うんですけど、その中でもこれは本当にベストな位置に置ける手すりになってくるので、どこに必要なのか、他の手すりでは置きにくい、使いにくいという時に本当に役立つ手すりになっているので、結構在宅の、リハビリであったり介護の現場っていうのはこれ結構見かけるものですね。はい。あとはあれですね、よくトイレとかお風呂の周り、あとはベランダに行くところって段差が多いと思うんですけど、そういうところにもこの、ベスポジを貼ることで、そこを持ったまま段差を越えて、トイレ、お風呂、あとベランダに出るとか、そういったこともできます。はい、で今どこにでも貼れるっていう説明をしましたけど、この天井によっては貼れないところがあるんですね。こう言ったら突っ張ってるものなので、天井に張りがないところとかだったら、天井が弱いところですね、弱いところだったらうまく貼れなかったり、逆に動いてしまって危なかったりするので、そこはもうプロの判断に任せるしかないところかなとは思うんですけど、全て貼れるってわけではないんで、そこだけ注意しておいてください。はい。なので、この手すり本当に現場ではよく見かけます。施設ではあまり見ないかもしれないですけど、施設の個室ではたまに見かけたりもするので、こういうサービスが入れられる施設ですねによっては置いているところもあるので、結構僕たちは現場で見かけることが多いものなのかなと思うので、ぜひ覚えておいてもらえたらなと思います。ということで今日はこのベスポジですね、安全快適に生活が送れるようにするための手すりとして紹介させていただきました。はい、じゃあ山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、先ほども言ったんですが、これが一つあるかないかだけでもう転ばん先の杖じゃないんですけど、こう持つとこう間にあったり全然転倒リスクが大きく変わってきます。で、あともう一つこれのいいところなんですけども、足元見えますかね、丸いのが若干見えてますね。見えてますかね。すごくこれちっちゃいんですよ。で、よく今言われてたタッチアップであると天板がかなり広くなってきたりして、ここにポンって置こうとしてもちょっとここが丸いのこうすごく広くなってしまう。で、あとちょっと段差があるんでつまずいてこう転倒リスクがっていうところがあるんですけど、このベストポジションバーはここがすごくちっちゃくて、本当に手のひらぐらい、手のひらもないぐらいですね。ここにこうつまずくことがない、ここまで行くことがないので、つまずくことがないので、すごくこう便利なものかなとは思います。はい。あと使い方として1個だけ言い忘れてたんですけど、こうリハビリにも使えます。持ったままね、足踏みしたりとか、ちょっと歩く練習をしたりとか、さっきやったみたいな立ち上がる練習やるとか、いろんな用途にも使える手すりになってますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきます。副職も紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。